やべえ。爆発したこれネスプレッソでこのスターバックスのタンブラーにカフェラテを入れて散歩に行こうと思って、で多分1個だと足りないんで、これカプセル2つ使ってやろうと思ったら溢れた。牛乳の量的に大丈夫だと思ったんですけど、泡が想像以上で、だから液体としてはこれあんま入ってないんだけど、泡のせいで溢れた。やば。ほら、牛乳もまだ結構残ってるし。だから量としてはそんなにできてないんだけど、多分あれ泡がね、消えたら全然量的にはないと思いますよ。これね、泡一番最低にしてもめちゃくちゃ泡出るんですよ。で、泡の量最大にすると、ここのダイヤルで変えられるんですけど、泡の量最大にすると、泡しかなくなっちゃうっていう。これちょっとなんか、むしろなんならなくてもいいんだけどって思いますよ。そんな、めちゃくちゃいっぱい出てくるなら。味見してみましたが、味としては抜群にうまいですね。昨日より30分弱、早い時間に出てきましたね。気温は24度。涼しい。昨日よりも涼しい。時間は4時23分です。もうね、朝とは言っても昨日6時ぐらいになったらもうすでに結構汗だくになるぐらい暑かったので、もうそのくらいまでにはね帰りたいんですよ。この涼しい間だけ、こう明るくて涼しい間だけ外に出てるっていう風にしたいんで。いやでもいいですね、やっぱこの空気が朝だと澄んでるんで気持ちいい。猫がもうね、改めてねこの時間に散歩してるのは正解だと思いますよ。もうね、日中外出るのはね、もうなんて言うんでしょうね、危険なレベル。本当に34度とか5度になってて、昨日少し外出てみたらもうなんか世界が違ったんですよ。この窓の外からもうこの中はちょっと生きてられる自信がないぐらいのあれだったんで、危険なレベルまで行ってますね、日中外に出るのは。なんでもうこの朝の時間で1日分の運動量をあれするっていうね、昼間出ない分の。もうね、とにかく毎日朝この時間は散歩するって決めましたね。たとえ昼寝てたとしてもこの時間は毎日散歩すると。そうすると結構充実感を得られるんじゃないかなと思うんですけど、息切れやば。ここの坂きつくて、だいぶ登ってきた。暑い。結構坂のせいで暑い。空の色がいいですね。今日は与平沼公園に行きます。でちょっとね、与平沼公園のベンチとテーブルがあるところでちょっと涼しいうちに作業でもしようかと思ってパソコンとかね持ってきたんですけれども、絶対気持ちいいと思いますよ。与平沼公園来るのはね、6月ぐらいだっけかなに家族と一緒に来たのが最後だから2ヶ月ぐらい来てないですね。ここすごいいい場所なんですけどね、やっぱね日中ほんと外出る気にならないんで、朝ですね本当に。一日外に出ないで引きこもってると本当に充実感を得られないんですよね。本当外に出ないと、人間外に出ないと本当にダメになると思うんですけど、
日中がもう本当にね、危険なんで、1日分を朝で消費するっていうね、この新鮮な空気を。結構ね、こっから、こっち側の入り口が結構家からは近いんだけど、その、パーゴラみたいなのがあるところまでが結構、公園の反対側だから、距離があるんですよね。すげえぬかるんでる。あ、迂回していけるかな、ここ。なんとかぬかるみを回避したい。なんとか迂回したらぬかるみはなさそう。いや、にしてもね、なんかなかなかここまで自然と同化してる公園もなかなかない気がする。結構ね、整備されちゃったりして人の手が加わってる感が結構どこの公園もあるんだけど、ここが一番近くの公園では自然に同化してるんじゃないかっていう感じがしますけどね。でもその反面、ああやってなんかぬかるんでるところとかねあるっていう感じですけど、いいね、ここやっぱり。おっしゃ、着いた着いた。ここです。いいですね、湖が見えて。それでカフェラテ入れてきたんでここで飲んでますが、めっちゃいいですね。やっぱね、2カプセル分、泡の量がね、あれもうちょっとね少なくできたらいいんだけど、ちょっと設定方法とかあるか調べてみます。でもね、意外とね、ネスプレッソコスパいいんですよ。あれ10本入った箱で900円とかで1カプセル90円とかなんですよね。だからマウンカップ、あれでマウンカップ1杯分ぐらいカフェラテにするとできるんですよ。なんでこれだいたい2カプセル分使ったんですけど、これでも180円とかだから、普通にコンビニで買うとね、今300円ぐらいするじゃないですか、カフェラテが。だからこっちの方がコスパいいんじゃないかっていうね。美味しいし、こっちの方が。一応カプセルもスターバックスのカプセル買ってるんですよ。だからこうそこそこ美味しいっていうね。まあでもね、コンビニも負けてないですけどね。 MacBook もやっぱいいな、ほんとこれ。ほんと買い方よかった。本当にね、携帯性がめちゃくちゃ良くて、この MacBook。何せこの薄いっていうのがね、これ慣れてから14インチ16インチの MacBook Pro とか見ると、本当にね20年前ぐらいの PC なんじゃないかっていうぐらい分厚く感じて、で結構ね、僕も見ている結構 YouTuber の方とかでなんかこうカバンの中身紹介みたいな動画見ると、結構クオリティ高い動画作ってる人とか、結構こうなんだろうな、パワフルというか、なんて言うんだろうな、結構パソコンに負荷がかかりそうな仕事をしてる人とかでも結構これメインマシンにしたりしてる人いるんですよ。プロじゃなくてこっち選んだっていう人がかなりいっぱいいて、結構ね3割ぐらいの人これ持ってますね、自分見てる中では。であとこれ15インチモデルも出たじゃないですか。だからそれによって余計にみんな持ってますね。でも13インチの方が多いかな、見る感じは。なんかね、前の MacBook よりこうなのはもう本当にね、iPad 感覚なんですよね。こう中身は全然違うんだけど、こう持ち運び性、携帯性が iPad レベルでいいっていう。だから iPad 持ち出すのと MacBook、この MacBook 持ち出すのだったら労力があんま変わんないっていうので、めっちゃいいです本当に。このね、持ち出すまでのハードルがめっちゃ低いんで、こういうなんかちょっと散歩に行くとかっていう時でもこう気軽に持ってこれちゃうし、だからバックパックに入れといても何も重さは感じないっていうね。手に持ってても
手に持っててもね、全然、軽いのに、これもう片手でもう1時間ぐらい持っていられちゃいそうな軽さだし、だからバックパックに入れて背負ってたらもうほぼそれは誤差レベルの重さなので、本当にこれはね、もうここ数年、もうここ4、5年とかで一番いい買い物してるかもしれないっていうのをね、毎日思ってますよ、これ。本当におすすめです。で、忘れちゃいけないのが、普通にバリバリネット入るっていうところですね。普通に4G が4本立つんですよ。だから普通に作業できます。ここ、本当にいい。なんかね、蜂がさっきからね、すごい寄ってきて、なんか対処法ないかなと思ったら、こいつ、これ、ギャッツビーのボディシートなんですけど、ちょっとネットで調べたら、ハッカー油、あれが蜂嫌いらしく、多分これ、ハッカー油含まれてるよなって、こう、スースーするから含まれてるよなと思って、こうちょっと、乾燥しちゃうかもしんないけど、こうやって置いといたら、確かにこれ開けてから来なくなった。こんな簡単にこんな簡単にいなくなるものかっていう感じですけど。もう少しトラックパッドになれるっていうか、使ってはいるんですよね。ですが、苦手っていうか、こう、肌に合わないっていう、もう、合わないのは合わないでしょうがないんで、なんかこう、あれですね。やっぱマウスも持ち運んだ方がいいかな。なんかこう、ちっちゃめの。でもこういうところだとやっぱり、マウス、機器悪いじゃないですか、こう、デコボコしてんの。だからでこう、マウスパッド敷くとかで、なんかそこまでこう、なんて言うんでしょうね、準備に時間のかかるようなこととか、面積取ることとかやりたくないんですよね。あ、やべ、また蜂が来た。逃げろ、逃げろ。逃げろ、逃げろ。そのデバイスを増やすことによって手間まで増やしたくないんですよね。例えばこう、マウス動かす場所がないといけないとか、この机の材質が、マウス、使えないよな、みたいな。マウスパッド敷かないといけないよな、マウスパッドも持ち歩かないといけないよな、みたいな。そういうのめんどくさいんで、まあなかなかマウスを持ち運ぶっていうのも、なかなかハードル高いし、こいつだけでやるっていうのもハードル高いし、まあちょっとこれね、悩みどころですね。お、だいぶ日が昇ってきましたね。ほら、あっちの方、太陽が出てきて、だんだんこう、綺麗になってきたんですけど、こっちには当たんないっていうね。これ、めっちゃ良くないですか？いいことしかない。今、6時15分ぐらいですけど、この時間になってくると結構、人もね、来ますね。うん。散歩してるおじいちゃんおばあちゃんたちが結構、何人かと会いましたけど、でもね、こう結構、この公園一周していく通路の結構入ったとこにあるんですよね。奥行ったところ。ここに、このスペースに用事がないと来ないから、結構人が通ってもあんまりね、気になる感じじゃないですね。いいっすね。ここは毎日来る価値あります。やっぱダメだな。匂いが効かなくなってきた。まあ、もともと蜂を受けるためのものじゃないんでしょうがないですけど、学習したんすかね、蜂も。なんか巣でもあんのかな、なんか。パッと見ないんだけど、めっちゃ蜂が寄ってくる。怖いんだけど。音が怖い。ブーンっていう。ええー。特に蜂の巣とかなさそうだけどな。なんかね、セミとかもね、前、おしっこをかけられたことがありますね。うわ、なんか、黄色い液体が降ってきたんだけど。なんだろう。おしっこかなんかかな。こいつこいつこいつ。こいつ何？降ってきたんだけど。うわ。
これ。やばくないですか？なんだろう、気持ち悪いんだけど。なんか毒とかないっすよね。結局肩にこれダイレクトにこのボディシート乗っけてるっていう。でも蜂来なくなりましたよ。なんか対策考えないやつですね。いや、っていうかね、めっちゃ集中できるわ。やっぱり大正解、ここ。自然の中っていいですね。もうだんだん日が昇ってきたから暑くなってくるかもな。でもね、ここだと、東がこっちですね。今、画面前方が東側なんですけど、だいぶ、木とかがあるから、多分7時半とかになんないと、ここは日当たんないんじゃないかなと思いますんで、結構長居しても暑くならないんじゃないかなと思います。で、意外とここもう家15分ぐらいのところなんですよ。もうだからもう、自分家の庭のように使うっていう手もあるかもしれないですね、ここ。まだ朝だとね、虫とかもね、いないだろうし、やばい、これはちょっといいかもしれない。毎朝ここに通ったら、ね、結構、作業もはかどって、いいことずくめなんじゃないかなっていいことずくめなんじゃないかなと思いますけど。いいですね。だからちょうどここの屋根があるから急になんか雨とか降ってきても一応は大丈夫だしみたいな感じでいいですね。で結構なんかね、ここ航空写真とかで見ると分かるんですけど、なんか今めちゃくちゃこの山の中に入ってきたように見えるかもしれないですけど、こう住宅街の中、これ360度普通に住宅街の中なんですよね。普通に家とかマンションとか建ってる住宅街の中にこれがあるんですよ。だからこれ山とかじゃなくて、ここら辺をね、ここら辺周辺を開発していくときに、まあここだけこう沼があるから、ここに家とか建てらんないから、まあこの沼とこの周りの緑地の部分だけ避けて開発してたっていう感じなんですよね。だからまあこの仙台一帯こういうところがね続いてたと思うんですけれども、みんな開発されてここだけが残ってるっていう感じなんですよね。だからなんか熊とかもねここ出没しないらしいし、かなりいいんですよ。本当にね、山とかじゃないんで、周り全部住宅街だから危なくはないと思いますよ。全然安心できます。すぐ住宅があるとかっていうのはね。そろそろ太陽も出てきて、ここら辺一帯も暑くなってきそうなので戻りますか。多分明日も来ると思います。めっちゃ良かった。でなんかさっきのね黄色いの調べてみたら、ミツバチの排泄物かもしれないみたいなのが出てきてマジかよって感じですけど、でもやっぱ蜂なんとかしないとな。なんか忘れ物が怖くて戻ってきちゃった。まあ特にないっすよね。大丈夫だとは思います。ちなみにね、服装もだいぶ楽な服装で着てますね。この上も T シャツで、下ジャージで、靴もスニーカーとかじゃなくて、これ走る時のため用とかに買ったような動きやすい靴ですね。これね、めっちゃいいんですよ。このナイキの、なんだっけ、スペースなんとか忘れちゃった。スペースヒッピーだ。スペースヒッピーって靴なんですけど、これ靴のソールがめちゃくちゃ分厚くて、走った時もね振動を吸収してくれるっていうので足めっちゃ疲れにくいっていうのと、上の部分がこれ濃いグレーの部分がこれね形がねあれなんですよ、決まってなくて、こう伸縮性がある素材なんですね、この全部上の部分が。だからめっちゃ履き心地いいっていうので、こういうね舗装されてないとこ歩くのとかもね、これめちゃくちゃいいですよ。こういうなんて言うんでしょうね、結構ラフな服装なんだけどだらしなくならないレベルの服装で出てきてますね。めちゃ楽。ちなみに夏でも長ズボン派ですね、下は。なんかここめっちゃ白くなってる。半ズボンがあまり好きではないのと、
なんか蚊に刺されたりするのがいいんですよね、よく足を。それが嫌だったりとか、なんとなく長ズボンの方がしっくりくるんで、長ズボン派ですね、自分は。オールシーズン。普段デニムとか履くんでね、多分その慣れで半ズボンがしっくりこないなと思うんですけれども、あんまりね、下半身暑いと思ったことないですよね、あんまり。上はめっちゃなんか汗かいたりするんだけど、うわ、また蜂来た。これブーンっていうブーンが怖いんですよ。怖いんです。やっぱ蜂対策してこないとダメだな。なんか、考えよう。ちょっとここの広場を少し歩いて帰ろうかな。お、開放感あっていいですね。今6時半ぐらいですね。結構もうこの時間になると人がいっぱいいる。いっぱいでもないけど人が普通にいますね。暑い。やっぱり暑いですね、この時間。もうすでに太陽が見えた時点で暑い。やっぱ太陽出てくると暑い。かなり汗かきました。いやでもね、汗かくぐらい動いてた方がいいですよね。どうせ昼間多分朝しか出ないんで。いやでも気持ちよかったです。もうなんか昨日明るいうちにもう夕飯食べて7時ぐらいに寝てしまったんで、めちゃくちゃ腹減ってるので、ラーメンそばにもらったヤクルトのラーメン、これ食べます。めちゃめちゃ腹減った。これで足りるかな。よし、ラーメンです。むせた。うん、うまい。うまいです。昨日このキッチンに敷いてあるラグを洗いました。なんかね、これ洗濯機禁止とか、なんかめちゃくちゃ裏の洗濯表示見たら結構厳しくて、手洗いもしていいのか微妙だったんですけれども、なんかちょっと汚かったので洗いました。洗濯機には入れないで浴槽に水溜めて、その中に、洗濯洗剤入れて、足でこう踏む感じで、踏み洗いですね。こう自分の足で踏んだっていう。そしたらね、めちゃくちゃ黄色い水が出てきて、ああ、これ洗ってよかったなって思いましたね。で、それもね、完全に汚れとかではなくて、多分色落ちしてるんですよ、かなり。まあ、色落ちするっては書いてあったんですけれども、だからこう洗濯機でこうなんか白い衣類とかと一緒に入れたと思うと絶対それ色移るなと思って、もう本当にね、結構真っ黄色、黄土色の水が出てきたんですよ。なので、洗ってよかったです。で、今干してるっていう感じなんですけれども、昨日夜洗ったんで1日脱衣所に干してたんですけれども、さすがに乾かず、でもね、上の方は乾いてました。でもね、下の方がまだ乾いてなかったんで、今日せっかく天気いいので、外に出して、干しておきます。ちょっとね、あれですね、このラグとかも洗いたい。これ。あ、ソファーとかもこれね、今日洗ったんですよ。今日というか昨日か。ソファーのカバーとか洗ってまだつけてないんですけど、このラグも洗いたい。これです、これ。そう、このでかいの洗う前にちっちゃいの挑戦しとこうと思ってあれやったんですけれども、これ結構ね、まあでかいし、多分あれね、半年ぐらい買ってからだったんです、立てたんですけれども、これに関してはもう1年以上洗ってないんでかなり汚いと思います。うん。で、かなりでかいから洗うのは大変だと思うんですけど、まあ、今度というか、まあ、近いうち洗ってみようと思います。あれが結構洗い方がうまくいったので。
なんかカーテンとかも洗いたいですね。半年に1回ぐらいは洗った方がいいっていうんで、そうしてるんですけど、多分半年ぐらい経ったんで、ぼちぼち洗おうかと思います。結構丸1日干したら、このラグはしっかり乾いてましたね。いい感じ。足触りも良くなったし、洗って良かったです。でもね、このラグね、動くんですよ、こうやって。動くから、前までは、養生テープでフローリングとくっつけてたんですけれども、養生テープだから、フローリングとか剥がれたりはしなかったんですけれども、さすがにこのラグには強かったみたいで、結構なんか裏地の布とか飛び出てきたりしてきたんで、テープ類はやめた方がいいかなっていうことで、なんかこう滑り止め的な、やつをちょっと、なんかカーペット用の買ってきたいなと思っております。なんかね、ダイソーに売ってるような、滑り止めでもいいんですけれども、なんか、あれなんか前溶けたんですよね。溶けて、下にくっついたんで、あれ嫌なんで、なんかちゃんと、IKEA とかで、フローリング用の滑り止めを今度買ってこようと思います。すごいこの夕焼けの赤い雲と月のコラボがいい感じですね。